おはようございます。トシがボスのことをどれだけ分かってるか検証です。トシがボスのことをどれだけ分かっているかちょっと検証したいと思います。ボスにはもう30ぐらい質問を聞いてるので、トシさんにそれを答えを当ててもらいます。ボスが何て答えたかを僕は当てるんですか？そうです。ボスのそのパーソナルの部分、まあいろいろ聞いてます。いろいろ聞いてるんですか？はい、いろいろ聞いてます。でそれを答えられるかってことですね。でも弟子だからね。そうですね。ボスのことはちょっと当てられないとダメだということで。ずいぶん舐められたもんですね。当てれますかね？全部当てちゃっていいんですか？そっちの方が心配ですけど、逆に。全問正解いけるでしょ。全問正解いけるんですか？だから質問みたいなから分かんないですけど、ボスの誕生日とかですか？いや、そういうのは聞いてない。そういうのは聞いてない。もっと深いやつ。もっと深い。何本ぐらいいけます？まあ半分は。全問正解です。全問正解です。半分いける。半分は任せてください。はい、で、いきます。はい。ボスの趣味は？ボスの趣味か。大体まあ分かりますね。はい。答えどうぞ。はい。まあお酒、タバコじゃないですかね。趣味よ。趣味っすよね。はだってよく言ってますもん。ボス。あ、言ってる？はい。いや、盆栽って答えるのが一番いいんでしょうけど、はいはい。本音でいいんですよね。いいです。いいですよね。じゃあ答えいきます。あ、今見るんですか？今見ます。じゃあ答えいきます。はい。ボスの趣味は？ないって答えあるんですか？はい、答えはないです。ない？はい。これカットですわ、じゃあ。こんなダメですよ。こんなのダメ。こんなんやっちゃった。はい。は次、ボスの特技は？特技？特技ないっていう可能性出てくるのかよ。ないっていう可能性もありますよ。うわー、これいくんじゃないですか？これいくと思うんですよね。いいですか？はい、どうぞ。もう盆栽でしょ。盆栽。盆栽でしょ。やっぱ盆栽ですか？はファイナルアンサい。ちょっと待ってよ。ないに変えようかな。ないって答えてそうだな。ー。じゃあ答えいきます。はい。ボスの特技は？特技盆栽。ほら来たー。盆栽しかない。あぶねえ。イージーですね。イージーですね。はい、次。じゃあボスの自身のチャームポイントは？チャームポイント。チャームポイント。ボスが思ってる自身のチャームポイントですよね。チャームポイント。ボスのチャームポイント。弟子が思うボスのチャームポイントいいじゃないですか。いっぱいありますよ。はい。いっぱいあるけど、はい。ボスが答えそうなことを答えなくちゃいけないわけですよね。まあ笑顔じゃないですか。笑顔ね。はじゃあいいですか？いははい。ボスの自身のチャームポイント。チャームポイント、笑顔。い。ほら来たー。よし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 。おお、当たるもんやな。当たるもんですね。はい。任せてください。最初ね、出花くじかれただけで。はい、じゃあ次。ボスの子供の頃の夢は？子供の頃の夢？子供の頃の夢。ああ、やべえ、それはもうこれじゃないですか？プロ野球選手。プロ野球、ボス野球やってたんでね。野球やってたんですか？はいはい。ああ、として一緒ですかね。僕もやってましたね。大人になってからの夢は違うんですけどね。大人になってからの夢は別にありましたけどね。ね。はい、言いますよ。はいボスの子供の頃の夢。はい。ボスの子供の頃の夢は？子供の頃の夢がお金持ちになりたい。そんな現実的なことあったの？子供の頃に？お金持ちになりたい。ほぼ合ってるじゃないですか。いやいやいや、合ってる。お金持ちになりたいって多分今も思ってますよ、そんなの。はい、6問目。はい。ボスが最もストレスを感じる瞬間は？忙しくて疲れてる時。忙しくて疲れてる時。はい。忙しい時って大体疲れてますよね。まあまあ、はやめいきますか。い。いきますか。はいはい。じゃあボスが最もストレスを感じる瞬間は？
最もストレス、いや毎日ストレスだらけ。なんかあります？具体的に。具体的にあれ今日はあれしてこれしてって仕事のことでほら今日はあの盆栽を触って明日はあれを触って明日は何をしてっていうそういうの考えるには考えるのがねストレス。これ正解。正解ありがとうございます正解よ。まあまあ正解。そうですね。忙しいですからね大体ね。大体忙しいからね。第7問。最高のストレス発散法は。どうぞ。はい。盆栽が売れた時ですかね。ああ、なるほどなるほど。結局その認められるってことじゃないですか。はいはい。まあその自分の認めて買ってもらういただくってことなんでね。言います。はい。最高のストレス発散法は。お酒。お酒でした。なんで1問目でお酒来ないですか。分かってないなボスのこと。いやこれちょっとおかしくないですか。1問目ないって言ってお酒って入るんですか。そう入るんですよ。ストレス発散法なんですよ。次。ボスの座右の銘は。座右の銘か。漢字わかんねいや、いいですよ。国語力のなさを視聴者の方に見せていえな。はい、すいません。はい。生涯一盆栽。そんな言葉があるんですか。いやボスが作ったと思います。ボスが作ったと思います。ボスがサインとか書くときに、うん。その時にちょっとこう文字こう入れる。ああ、なるほど。は当たってそうですね。い。これはもう当たってるでしょうね。ありがとうございます。じゃあ答えて。はい。じゃあボスの座右の銘。顔で笑って心で泣いて。うわ、たまに言うわ。こっちもかっこよくないですか。たまに言うんや。うん、たまに言いますね。知ってたな。第9問。ボス自身の弱点は。弱点？弱点。よくボスが言ってる言葉ですけどね。ボスがよく言うことなんですけど、お金がない。そんなことないですよ。お金持ちはお金持ちなんですけど、よくなんか言うんですよね。金がない。うん。じゃあ答えて。は自身の弱点は。弱点、心が弱い。い。心が弱い？なんだよ。心が弱い。ね。ちょっとこれ取り直したいな。心が弱い。打たれ弱い。そう思ったことないですけどね。おお、ちょっとそれを弟子がちょっと感じ取れてないんじゃないですか。そうっすね。はい。ボスは自分で心が弱いと認識してるそうです。あ、そうっすか。もっとケアした方がいいってことですか。そうですよ。そうっすね。もっとケアしてください。そうっすね。次。はボスのここは誰にも負けない部分は。どっちだ。どっちだ。何と何で悩んでる。いや、その人柄的なところでいくのか、盆栽を絡めたことでいくのか、これかな。盆栽の技術じゃないですかね。ああ、まあボスなんですね。ボスなんでもう、はい、僕はそれを信じてますけど。じゃあ答えてます。ボスのここは誰にも負けない部分は。誰にも負けない情熱、盆栽に対する。これも答えられた。僕は技術もだと思ってるんですけどね。まあ当然ね。まあ確かに情熱もありますからね。技術がナンバーワンだっていうのはちょっとボスっぽくない。そうですね。何言ってんすか。次、都市の第一印象は。僕の第一印象？はい。これボスのその性格上のことも考えなくちゃいけないですもんね。そうね。まあ、ボスのことをよく分かってたら答えれる。これじゃないですか。ああ。じゃあ答えいきます。はい。都市の第一印象は。でかい。ほらー。正解。次いきます。都市に謝りたいことは。僕に謝りたいこと？でもボスたまに言ってくれるんですけど、これかな。僕は思ってないですけど、ボスがよく言うのが、いやよくは言わないか。たまに言うかな。
たまにねこう飲んだ時にちょっとまあしんどいと思うけどみたいなの言ってくれるんですよ。だからそういうことかなと思ったんですけど、もうボスの言ったまんまで言ってますね。しんどい思いさせてすまんな。すまんなって僕は思ってないんですけど、ボスがたまにこうそういうふうに思ってくれてるのかなっていうちょっと嬉しくほっこりする瞬間。なるほど。じゃあ行きます。はいはいはい。トシに謝りたいことは？ない。そうか。ないって。はい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 。言うんですけどね、たまにね。まあ酔った時にはね。酔った時にね。はいはいじゃはあトシに実は秘密にしていることは？秘密にしていること？はい。これこそないですね。もうないっす。自信持って。僕だって知ってますもん。ボスの秘密。どういうこと？知ってるっす。詳細言えないけど、ボスの秘密は知ってますよ。知ってるから別にもう僕に隠し事をしてることはないっていう。はい。じゃあいいですか？はい。じゃあトシに実は秘密にしていたことって何かありますか？ない。ほら。ないですよ。ないですね。ないですね。ないってことも分かってるんですね。分かってます分かってます。じゃあ次14問目。トシが2時間遅刻、どう怒りますか？どう怒る？大事な時にね。大事な時に、どう怒るか。どう怒るかってのちょっと想像つかないですけど、ボスあんまり怒んないから。あんま怒んない。怒んないですね。じゃあそのボスが大事な時に2時間遅刻したらなんて言うか。なんていうか、これ方言合ってるかな。何しとんやって言います？何しとんや。はじゃあ答え言います。いはトシが2時間遅刻しました。どう怒りますか？どうも怒らんよ。怒らない。まあよっぽど大事なとこだったら怒るわな、そら。その時はどう怒るんですか？首。首。その怒るとかじゃないじゃないですか。もう一発レッドカードってことですよね。首です。2時間遅刻が首。いやないですけど、はい一回遅刻したことあるんですよ。あるんや、大事な時に。大事な時じゃないです、普通の時。でも大事な時は首です。その振り幅がでかくないですか？0か100みたいな。今で半分ぐらい終わって、正解が6問です。6問3分の1超えてる。3分です。全問正解じゃないですか。で次、ボスが尊敬する人は？いいですか？うん。もうお父さんじゃないですか。お父さん。はい。はい。じゃあいきます。尊敬する人、エジソンそれ尊敬するのはやっぱ親方の父ちゃんやわな。ほら。はい、正解ですね。エジソンじゃなかったですね。次、はい。今日財布にいくら入ってるでしょそんなの知らないですよ。う？大体でいいですよ。大体でいいですか？大体でいいです。基本カードなんでおキャッシュレスなんですよ。うんうんうん。だから8000円じゃないですかね。8000円ぐらい。 8000円ぐらい。 8000円ぐらい。基本カードだから8000円ぐらい。 8000円ぐらい。はいはい、いきます。今日財布にいくら入ってますか？財布にの財布を見たことがないけど。ゼロ。うわー、そういうことか。ポッケに入ってます。ポケットには入っとるよ。ほら。裸銭で6000円ぐらい。財布の中はゼロですね。あー、そっか、引っ掛けですね。明日世界が終わるとしたら何をする？盆栽するんじゃないですか。盆栽。ほら。盆栽がなかったらどんな仕事をしてたでしょう？海外に行って映画関係の仕事をするんじゃないですか。考えたこともない。好きな盆栽の樹種、黒松。自信ある？はい、もう車じゃないですか。
樹種はやっぱクヨマツ。好きな盆栽の樹形。あ県外じゃないですか。県外。はあ、樹形は県外好き。ほらお取り戻してきた。もしやね。はあと7問。い。あと7問。いきます。都市のいいところは。いいところ？うん。これかな。結構見てくださってると思うんですけど、人柄かな。自分で言う。だって自分で言うしかないじゃないですか。自分で言う。人から。はい。はじゃあいきますね。都市のいいところ。都市のいいところか。都市もほら、こうみんなにこう誰とでもこう社交的っていうか、まあ、そういうとこやな一番。でもそれ一番大事よ。まあ正解でしょう。正解でありがとうございます。はい社交的なところっていうことで。はい。じゃあ絶対次ダメなとこじゃないですか。正解。そうですね。これ1ポイント。正解違う。次。そう次は都市のダメなところ。そうですよね。ボスが思ってそうボスが思なってそうなとこ都市のダメなところ。はい。はいはどうぞ。い。いっぱいありますけどやっぱどんくさいじゃないですか。どんくさいんかな。どんくさいエピソードあるんですかなんか。言われたこともありますよ。ああ。何ちんたらやっとんやと。いやそんな本気じゃなくて。あもっと早く笑いながらですけど。なるほど。はい。これまあ1ダメージ受けてますからこれで。その答えが違ったら、はいちょっとダメージが積み重なる。ダメージが積み重なる。はい。いきます。早送りでお願いします。最後。都市のダメなところ。ダメなところか。まあでもそれはあれやな。もっと繊細で自分はいろんな周りに対してこうほら一つに集中したらこれを忘れるとかいうのがあるんで、あるわ。まあそういういろにまあしゃあないわな弟子やけんこう一つに集中したらなあれしとけっても忘れておく時あるので、まあ総合的にいろんなことがこう心に余裕がないんよまだな。だけど心にある程度余裕ができたら、その周りが見えるんで、はい。そうですね。これも、まあ、確かに言われたことありますね。はい。ちょっと集中しすぎて、はい、こうなっちゃうんですね。そうはいなっちゃうっていうこと。それは確かにそうですね。もっとこう周りにアンテナ張っとけよっていう。そうですね。ははい次。い。はい。今の都市に点数をつけるとしたら100点満点で何点。100点満点で、うん。今のダメなところ尺長かったかな。100点満点ですよね。うん。大体30点ぐらいじゃないですか。30点。はいいですか。はいじゃあ今の都市にうん点数をつけるとしたらうん100点満点で何点ですか。まだ点数つける段階でないけんね。そうですね。僕がうぬぼれてました。伸びしろがあるんですけどね。ああまあ、はいそういい風に捉えてます。いい風に捉えたら、はい。じゃあ次頑張れると思います。仕事で行った印象深い国。初めて行ったのが確かアメリカだったと思うんですよね。うん。 2択ですね。どことどこですか。フランスとオーストラリアおおなるほど。とアメリカ。3つちなみになんでその3つだと思うんですか。アメリカはまあ一番最初に行った国だったと思うんですけど、はいまあ、フランスは結構行ってるじゃないですか。結構行ってるんですね。だからその勝手に想像した感じだと結構こう盆栽の熱が高くて印象に残ってるみたいなこととか、オーストラリアは現地の人たちと一緒に食事に行った時のエピソードとか聞いてるんで、もうじゃあオーストラリアにかけます。オーストラリア。はいいいですね。はい。はい。じゃあ行きます。仕事で行った印象深い国は。インド。インドうわインドもあったインドです。やっぱこう途上国なりのこのエネルギーがあって印象が深かったということでした。なるほど。はい。じゃあ次。好きな盆栽の作業はこれもボーナス問題な。何ですか。針金かけ。
おお、やっぱ平松コーチなんです。そうですね。はい。好きな盆栽の作業は？作業は針金かける。はい、正解です。これはもうはい、もう簡単です、ね。これは簡単ですね。ありがとうございます。簡単問題消します。あと1問。じゃあラスト。はい。ボスにとって盆栽とは？これそれこそ何かであれ YouTube で見たのかな。あれこれじゃないですか。やっぱ人生ああ、そのものだと思うんですね。そのもの。はい、はい、これでもう50%いきました。ありがとうございます。いきます。はい、最後。はい、人生です。ボスにとって盆栽とは？盆栽とはか。ちっちゃい頃からもうこう刷り込まれとるけん、それ以外は選択の自由がないけんね、人生の全てやけんね、それはもう。おお、正解。ほら当たってるやん。ありがとうございます。これで全部。ちょっとこれで全部でした。集計、はい、ありがとうございます。32問中15問でした。まあでも半分、まあちょっとイージーな問題もあったですもんね。イージーな問題もあったし、はい、そういうところトータルで考えればまあ8割。いや、言ってないです、言ってないです。ああ、なるほど、なるほど。ボスの知らない素顔なんか見れましたか？で言い訳がましくなっちゃうんですけど、質問されてその選択肢は出てきますよ。いくつか。いくつか。でそう考えるとまあ8割。ボスト氏に答えてもらったんですけど、32問中15問でした。まあ質問の内容はそんなもんやね。あ危ねまあ上等。おお、ありがとうございます。あれなんか今トシのダメなところで一番ダメージ食らってましたね。まあでもね、それは本人も分かってる。は社交辞令も分かったけど本当はもっとミステリアスなんやけどトシの方が当たってるってこともあったってことね、あれ。まあ当たってるとこもあるかな。い。そう考えるとまあ8割。エンディングで。はい。32問中15問はい。っていうことで、はい。まあボスもまあまあちゃうか言ってた。はい。よかったですね。実際はどうですか？半分です、半分です。半分、まあ半分。逆パターンもできたら面白いですけどね。そうですね。うん。ボスが僕のことどれぐらい知ってるかって知ってるかっていう、ことですね。はい。もう分からんことだらけな気はしますけどね。まあそうですね。基本はこうね、師匠から弟子にっていう感じですね。はい。逆にどうでした？その僕何問いくと思ってました？あ、もっと当たらんかなと思ってたところはあるから。本当ですか？うん。まあ思ったよりは。まあこんなもんです。ちょっとはい。まあ本気出せばもうちょいいけたんですけど。はい。まあ第2回もあるかもしれない。第2回もあるかもしれない。わかりました。でも楽しくできました。それではじゃあ皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。